たつあんチャンネルです。本日も動画をご視聴していただきありがとうございます。今日はリゾット、その中でも割とシンプルで作りやすいチーズリゾットを作っていきたいと思います。今回も料理初心者の方にも分かりやすく、できるだけご家庭にある材料、そちらを使って作っていきたいと思います。ではぜひ挑戦して作ってみましょう。ではですね、お野菜のブロードを作っていくんですけど、野菜のくずここに用意しました。少しずつね、出たの貯めておくとこうやって使えるので、ぜひ無駄にしないで使ってください。ではお出汁取っていきます。水から煮ていきますね。ではですね、お出汁取れてきたので、旨味がだいぶ香りと旨味が出ていますので、こちらを使っていきます。で、こしますね、これから。ではね、目の細かいざるなのでこしていきましょう。はい、では先ほどのブロードをこしたものですね。でこちらを使って美味しく、リゾット炊き上げていきたいと思います。ではですね、今日、リゾットに使う材料なんですけども、とってもシンプルですね。塩と胡椒、オリーブオイル、お米をこれ100ですね、100cc 分、約半合ですね。で、今日はペコリーノロマーノを使いますね。ちょっと塩味が強いんですけども、とても香りもあって美味しいです。こちら使っていきましょう。それとバターを1かけですね。ではお米を入れます。でオリーブオイルをよく絡めますね。3、4分、オリーブオイルをこう絡めながらフライパンでお米をコーティングさせるようなイメージなんですけれども、少しこうやって火を入れていきます。よーくこうお米に油をコーティングさせてあげるイメージで絡ませてください。でですね、少しこうね、お米にね火が入って透き通ってくるんで、このぐらいになったら先ほどのブロード、お出汁をここに入れていきます。で取りたてのもの、あったかいものをここに入れた方が、温度が下がらないので、ぜひ温かいものをそのまま入れるようにしてください。でポイントはですね、こうやって、火にかけている時にあまりこういじらないようにしてください。いじるとどうしてもお米のでんぷん質が出てべったりしてしまうので、なるべくいじらないで、お出汁が減ってきた時だけ少しこうあえて、それでまたお出汁を足しましょう。でやはり少し減ったらブロードを足していきます。だいぶ火が通ってきましたね。もうぼちぼちです。では仕上げていきます。バター、塩コショウですね、少々で、ペコリーノロマーノ割と塩分があるので、塩コショウの塩こちら控えてください。チーズをおろします。そうですね、チーズのいい香りがしてます。
では盛り付けます。では仕上げにまたここでペコリーノロマーノをたっぷり。本当にこの削りたてはすごい香りがいいので、ぜひ削りたてを使ってくださいね。ではできました、チーズリゾット。はい、では早速実食してみましょう。チーズもたっぷり追いチーズしました。ではいただきます。うまっ。チーズのね、このコクと、やっぱりこのアルデンテに仕上げてるんで、すごい歯触りがあって美味しいです。できるだけ火入れの時に混ぜないで、いじらない、かつ焦がさないみたいな、ちょっと微妙なとこなんですけど、国産米を使う時は特にそれを注意してください。うまっ。チーズはできるだけフレッシュな削りたてのものを用意してください。全然香りとコクが違います。うまい。いや、ほんと美味しいですね。めっちゃうまい。ごちそうさまでした。ペロッと完食です。誰かが言いました。リゾットは飲み物なんじゃないか。まさに飲めちゃうぐらいに美味しいリゾットでした。タサンチャンネルでは料理初心者の方にも分かりやすいように説明して一緒にやっていきたいと思います。ぜひこの動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。ペロッ。